東武東上線の北坂戸駅。その駅前には大きな団地が広がっている。北坂戸団地だ。西側にはいきなり団地の商業エリアもあり、朝方に訪れたのでほとんど閉まってますが、きっとこの後オープンするんでしょう。そもそも北坂戸駅も団地を含んだ武蔵緑園都市北坂戸地区の町開きに伴って開業した駅であり、陸の孤島の立地も多い団地だが、こちらは当初より駅前団地なのだ。駅前には西口、東口ともに高層棟があり、西口からペデストリアンデッキが伸びていて、整った駅前風景だ。1970年から74年に開発されたせいか、落ち着きますね。向こうには越生方面の山々が見える。高層棟の向こうには市民の憩いの場、溝端公園があり、公園の四方を囲むように中層棟がずらりと並んでいる。総戸数3000戸を超える埼玉県のマンモス団地の一つである。早速散策してみましょう。銃刀はスタンダードな重装銃刀が並んでいるが、ただ整然と並んでいるのではなく、少しジグザグと角度を変えて並んでいる。車通りの方から見ると、横に連なった長い板型銃刀のようにも見える。団地内の通りは緑も多い。冬は葉が落ちてしまっているが、そのおかげで建物が見渡せるので、団地好きは冬に団地巡りをする人もいるかもしれない。冬の団地もいいもんですね。
こういう銃刀を見ると落ち着きますね。銃刀の間の通路も良い。日が差していると団地の美しさがわかる。向こうの壁にはイルカの絵。こちらは日の光が作り出すアート。樹木の影は微妙に動いている。銃刀と青空が綺麗だ。アーティスティックなジャブジャブ池。駅前以外にも周辺に商店街があり、駅から離れた街区も不便はなさそうだ。最後に憩いの溝端公園へ。この日はゲートボール大会で盛り上がっていた。野球場、テニスコートなどある広い公園だが、公園遊具が好きな我々が注目するのはこの童謡広場だ。結構古そうだが、オリジナリティのある珍しい遊具がたくさん。童謡の名の通り、キャラクターが描かれていて楽しい。坂戸駅の周辺にある公園も珍しい遊具があり、坂戸市の公園はハイレベルで注目である。
団地年表で言うと、大都市周辺でニュータウン開発が推進された頃にできた北坂戸団地。さすが整った印象の団地で、冬の青空がよく似合っていた。